今日は先週作ったモビールを竹ひごで改造していくよ。僕にはちょっと難しいけど、お兄ちゃんに助けてもらうから大丈夫。これはね、ダイソーの伸びる粘土を丸めて作る無重力発生装置。くら寿司のビッくらポンの容器を濡らして型を取ったら綺麗に丸くなったよ。先週作ったモビールはこれ。ちょっともったいないけど分解するよ。宇宙船はホチキスで留めただけだから綺麗に剥がせるな。このアンテナと無重力発生装置は気に入ってたけど、お兄ちゃんが作ったやつに交換するんだ。さあ、宇宙船の改造だよ。今回の宇宙船は斜めに回転させないからゴム紐を真ん中につけるんだ。ここで出てくるのはお兄ちゃん自慢の伸びる粘土と熱でくっつけるグルーガンってやつ。これね、僕がやりたかったんだけどお兄ちゃんがやっちゃうんだよね。まあしょうがないか。これもね、お兄ちゃんの作った宇宙船のアンテナ。ゴム紐の後ろ側に来るように貼るよ。ホチキスで4箇所を留めれば宇宙船改造完了。モビールの設計図をお兄ちゃんと作ったよ。宇宙船から下ろしたゴム紐に1段目の竹ひごを吊るす。長い腕の方に宇宙人を1人、短い腕の方には2段目の竹ひごを吊り下げる。2段目も長い方に宇宙人、短い方に3段目の竹ひご、3段目も長い方が宇宙人、短い方に4段目。4段目は一番下だから両方に宇宙人がぶら下がるんだ。腕の長さは4対1、3対1、2対1、1対1だって。それじゃあ竹ひごを切るよ。1段目を5とすると2段目は4、3段目は3、4段目は2の長さで。ほら、切ったよ。宇宙人の頭のゴム紐を吊るせるようにするよ。こうやって輪っかを作ったところをビニールテープで留めるよ。輪っかの真ん中に穴を開けるんだよ。後で竹ひごを通す穴だから小さめにね。水色、黄緑、黄色、オレンジ、そしてピンクのゴム紐も竹ひごを通す穴を作るよ。次は竹ひごと竹ひごを結ぶゴム紐だよ。こことこことここのゴム紐のことだよ。さっきと同じように輪っかを作ってビニールテープで留めるんだ。これをゴム紐の両端に作って穴も開けるんだ。3本作るよ。じゃあ1段目を吊るすよ。1段目はここからここまでだよ。ダイソーの竹ひごは36センチ切らずに使うよ。左端にイカ星人、次に宇宙船。右端に2段目用のゴム紐を取り付けるよ。2段目はここからここまでだよ。竹ひごは29センチに切ってあるよ。左端にイカ星人。次に宇宙船。右端に3段目のゴム紐だよ。3段目はここからここまで。竹ひごの長さは22センチ。左端にイカ星人。次は宇宙船。右端は4段目のゴム紐だよ。4段目はここからここまで。竹ひごの長さは14センチ。3段目を切った残りがそのまま使えるよ。左端からイカ星人。宇宙船。
右端にもイカ星人だよ。全体を吊り下げて竹ひごの釣り合いを取ったら完成だよ。まとめ。釣り合いを取るところが僕にはすごく難しかったけど、うまく動いた時はとても嬉しかったです。